新たに開村した村を急速に発展させるも敵の進行が早く残りの空白地を取られてしまった我らがパンツ村。ライバル領主も気になるが略奪者の襲撃も控えている。邸宅を完成させ防衛体制を整えるのだ。そして邸宅にやってきたのはこのイカれたビキニの騎士団である。全員イカれたアーマーの騎士だ。各自鎧の下は偉いことになっております。動画がバンされちゃうからそのまま鎧で隠して生活しろ。パンツ村では去年からエールの輸入をしてたのに、酒場がないことに今更気づき建設を開始。このうっかりミスがなければ好感度もっと早く上がったろうに。糸かなし。ビキニアーマーに十分な量の槍が送り終わったので今度は大盾を送りましょ。ベリーと交換でビキニアーマーの武装を強化。でしばらくして大盾が送り終わったのを確認して、速攻でギャンベゾン発送に変更。これで鉄兜以外は装備が遅れたぜ。鉄兜もパンツ村で買って交換か悩んだけど、現地で交易で買わせることにして交易場稼働。トリマまだ在庫残ってるベリーを輸出。これから春になるからベリーまた在庫増えるしな。無駄に在庫あった薪の輸出も開始。買い取りは1にしかならねえが、森から無尽蔵に作れるお手軽商品。商売するにも資本は欲しいし、最初はちまちま稼いでくよ。パンツ村の石が枯渇したので本日をもって石膏さんは廃業です。開村2年かからず会社倒産。無職になった石膏さんは採掘場で粘土掘りをお願いします。こっちも埋蔵量は少ないから短期バイトになりそうだぜ。そして開村2年目を迎え、ついに奴らがやってきた。そう、略奪者の襲来である。敵ユニットを発見しました。敵は6人3列18名の綺麗に並んだ略奪者。膝下まで雪に埋まってでも略奪しようとする凶暴な襲撃者だ。っていうか思いのほか少ないというか、ライバルの地域に出てるしこっちまで来れるかな？もっと大人数で来るかと思って準備してたのに、しょぼすぎてここまで来れるかが心配なレベルだぜ。まあ傭兵雇うまでもない戦力差だけど、まだ雇ったことない傭兵もいるし今回は外注で。費用90とお高めだけど、緑色の帽子で有名らしい緑の帽子傭兵団と契約。残ったお金で従者たちの防具を、アップグレード。でも傭兵だけでもオーバーキルだろうし、こいつらの出番なさそうだな。そしてふと気づく、部隊編成前に傭兵雇うと、民兵が編成できなくなることに。そういやあったな6部隊超えると追加編成できないが、傭兵なら後から追加で雇えるなぞしよう。まあミスったけど傭兵だけで戦うので問題なし。おい、ライバル領主に取られる前に討伐できればそれだけで OK よ。多分倒せば影響力増えるから、ライバルに先越されるのは避けたいところだな。略奪者の亡骸を我が村で処理するのは面倒、ライバルの地域に誘導だ。狙われやすい旧兵を前に出し、野党を一本釣りだぜ。よし敵がいい感じに釣れてるぞ。軽装歩兵前進、略奪者どもを打ち払え。あやべ旧兵下げるタイミングミスった。まずい旧兵は神装甲だからやられちまうぞ。まあ傭兵がいくらやられようとも、村には損害ないしまあいっか。こらこら。さあ軽装歩兵よ、旧兵に取り付いてる略奪者どもに突撃だー。そしていい感じに包囲してフルボッコ状態。掲げられてる旗にパンツと緑の帽子が書かれてるのがシュールだな。あ、敵さん撤収影響力ゲット。2年もかけて防衛準備してたのに、傭兵だけでオーバーキルとは肩透かしだったな。年数重ねると略奪者の数も増えるっぽいし、最初の襲撃なんてこんなもんだよ。さいですか。では緑の帽子さん、お疲れ様でしたー。采配ミスで10名お亡くなりになっちゃったがまたよろしくだぜ。さてパンツ村では酒場が完成してたけど、やっぱり少しはエールを作ろうと思い原料の大麦を輸入開始。まあエール直で買って鉄鋼料で稼いだ方が楽な気もするけどな。では大麦を麦芽にする麦芽製造場、交易所の隣に建設。輸入したらすぐ加工できる立地。そんで近所の家の裏庭に醸造場拡張しようと思ったけど A レベル2が必要だったのでレベルアップ。お次は好感度が75以下にならない程度に地価税を設定。傭兵への支払いで国庫に29しか貯蓄ないから、今隣領主に責められてたらちょっとやばかったよ。傭兵雇える分の貯蓄は常にないと安心できねえな。とりあえず地価税 10% 納めてもらって、貯蓄が過剰になったら従者強化って感じでやりましょ。だな。ビキニアーマーは徴税どころかただいま村の共有資産が残り2だけ。すぐ資源枯渇しそうだけどなけなしの鉄鉱石を売却。ここは木の実と動物は豊かだけど、食料以外の稼ぎも欲しいぜ。なら人口がある程度増えるまでは好感度維持のため A レベル上げたくないから、伐採して稼ぐどう？伐採場と小引き穴と牛をつなぐ杭の3点セット。
移民には林業に従事してもらって、発展してきたら加工で盾とか作ってもらいましょ。ところ変わってパンツ村では家のレベルアップが終わり、裏庭の醸造所の建設開始。パンツエール誕生まであと少しだな。翌月には醸造所でエールの生産が始まりました。自家消費に回すだけでなく、このエールが名産品になってくれるといいな。まあ原料の大麦は生産失敗してるから産地偽装だけどね。こらこら。パンツ村の人口も100超えたし、労働力も増えてきたらそのうち農業も真面目にやるよ。農業は労働力たくさん必要ってかここ肥沃な土地ですらないから農業厳しいぞ。そしてビキニアーマーでは開発ポイントが欲しくなり、こっそり家のレベルアップ。居留地レベルが上がりました。あと追加でレベル2を3件建てれば、もう一つ居留地レベル上げれるな。で開発は森の番人を解放して、ベリーの採取量を2倍にアップ。これで1ニッパだった採取量が2頃になったぜ。開発すると7ビットから8ビットになる不思議なベリー。さらに食料いっぱい取れるように縦長の家を、建てまし。産業は未熟だけど食うには困らない村になりそうだ。交易で稼いだなけなしのお金で、すでに住んでる縦長の家の裏庭に菜園を増築。これも余るくらい育ったら輸出するのが良さそうだな。そしてしばらく建設風景を眺めてたら、家レベルのアップが終わり居住区レベルアップ。新たにゲットした開発ポイントを使い、貿易物流と関税撤廃を解放。パンツ村でも採用してる貿易つよつよツリーだ。はい、居住区レベル上がったんでレベル2住宅は破壊しまーす。村人が住んでいようとお構いなし。これで村人の好感度上がるんだからこれはいいことです。この世界の人はマゾなん？立派な家に住みエールを飲みたいなどこの村にはまだ早い。レベル1住宅に住めー。今好感度73だし、もうちょっと好感度が上昇するまでスマンが我慢してくれ。ベリーの大量収穫のおかげかお肉も在庫増えてきたのでこちらも輸出。薄利多売で村の開発費用を捻出するのだ。木こりの小屋も増築して薪もどんどん作ってきましょ。敵が攻めてきた時森に入る東西し、全部刈り取っちまえ。パンツ村でも大規模伐採、開発予定地は全部切り倒せー。全部切り倒しても植林すれば済む、すべてを見晴らしのいい平野にしちまえ。農地近くに建てた将来農家になるだろう一家の裏庭を全部、鶏小屋に増築。食料品目増やして好感度の維持をするのだ。ちなみにパンツ村の野菜はいい感じに育っております。育つまでに少し時間が必要だったっぽいけど、これからはどんどん収穫増えてきそうだぜ。でビキニアーマーの装備の在庫確認してたら、キャンベゾン送りすぎ問題が発覚。安定のやらかしほんと物流拠点使いにくい。まあこの辺はアップデで変わったらしいけどな。そうなの？非課税が納税され国庫に余裕ができたので、3名ほど従者を追加で雇い武器も強化しました。従者は移動こそ遅いものの戦力としてはピカイチだから頼もしいぜ。パンツ村の家をぐわっと、建てまし。好感度 75% をキープできるようになって、えげつない感じで人口増えまくっておる。で2年半くらいで粘土も枯渇。石膏に引き続き粘土掘りも廃用、無限採取できる鉄鉱石の採掘にでも転職だな。お次は一部隊だけ旧兵にするのもいいかなと思い、戦闘用の弓を36本だけ輸入。レベル2住宅建てて作っても良さそうだが、36本なら180で買えるし鉄掘っても買えるな。ではガチで鉄鉱石掘ろう。一旦採掘場を解体し立て直しだー。そんなわけで資源の範囲ギリギリに立て、ダブル採掘場システムに生まれ変わりました。無尽蔵の鉄採掘予説。鉄鉱石から加工できるものが多いから、売るものに困らないしほんと最強。将来の採掘場の従業員が通勤しやすいように、近くにがっつり家も建ててあげましょ。傾斜のきつい場所に無理やり縦長の家を建てるため、かなり斜めった区画割りになっております。ビキニアーマーでは初期の伐採場を移築。結構な勢いで森林伐採が行われております。あやべ境界アップグレードすんの忘れてた。材料1年くらい前に揃ってたのにもったいねえ。国庫に余裕ができてたのでパンツ村のイカれたメンバーを再度増員。赤と白のカラーリングで統一感を出しております。これで現状マックスの12名が勢揃いだ。でもまだ監視塔を建てることでさらに12名追加できるので建設だー。先行配信版では制限なくいくらでも建てられちゃった卑怯臭いやつか。上限に到達しましたー。ああ修正されてる。まあそうだろうよ。凄まじい勢いで減っていく森を見て若干焦り、永続的に薪を作れるように倉庫と木こりの小屋と、植林用の森林間の小屋を建設。人口増加で薪の需要が増えるだろうし、鉄鋼量もあるから早めに植林実験だ。
でお金がないので従者は増やせないけど、資材はあったのでビキニアーマーにも監視塔をホイット。フルメンバー従者に部隊はまだかかりそうだが、全員揃うのが楽しみだぜ。ビキニアーマーで鉄兜買うの忘れてた。裏庭の拡張に資金全部使ってたけど、そろそろ一区切りついて装備にも使えるようになったな。伐採場移設完了、乱伐じゃあ。ゴリゴリ森林破壊。まあパンツ村では森林間の小屋も完成したし、これの成果次第で伐採速度も変えなきゃかもね。方法範囲を指定して植林するのか、どのくらいの速度で木が復活するのか見ものだな。そして年明けし1月、敵がパンツ村の領有権を主張しています。ついに来たかこの時が。私のパンツは私のものだ。貴様に所有権などあるはずがない。パンツを渡すな。パンツ防衛戦だー。では次回のパンツ防衛戦の様子をちら見せしつつ今回はここまで。続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。元気の源です。次回は先行バージョンでバグって遊べなかった大規模戦闘。果たしてどんな戦いになるのか、気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。